外国人が描く日本のがっかりポイント。まずはじめに3つの質問に答えてください。1、挨拶。日本人がこんにちはというとき、A と B、どちらのポーズをしますか？2、建物。日本の伝統的な建物は A と B どちらですか？3、着物。正しい着方をしている絵は A と B どちらですか？皆さん、正しい答えがわかりましたか？どうして正しくないかわかりましたか？では、一つずつ説明しましょう。外国人が描く日本のがっかりポイント1、他のアジア地域との混同。人に会った時の挨拶では、日本人はこのポーズをしません。特に仏教徒以外の人にこのポーズで挨拶をされると、多くの日本人は不愉快に感じるでしょう。胸の前で両手を合わせるこのポーズは、インドから仏教と一緒に伝わったと言われています。日本人が両手を合わせるのは、神仏にお祈りをするときです。ご飯を食べる前と後、いただきます、ごちそうさまというときも、基本的には命をくれた動物や植物に対する祈りを表しています。友達や家族など親しい人に無理なお願いをするとき、謝ったり感謝したりするときにも手を合わせる場合があります。しかし、こんにちはなど人と会った時の挨拶では、普通の日本人は絶対にこのポーズをしません。また、同じ仏教でも東南アジアは上座部仏教、日本は大乗仏教です。そして日本仏教は神道と融合して独自の進化を遂げています。同じ仏教国だから文化も同じはずだとは考えない方がいいでしょう。がっかりポイント2、中国文化との混同。外国のドラマやアニメで日本や日本人が出るとき、中国の建物や音楽が使われていることが非常に多いです。まず、日本の屋根に強い反りはありません。目立つのでとても気になります。音楽は中国の方が音が切れないで滑らかに上下します。音階も違うし、使っている楽器も違います。さらに、食器や扇などの日用品にも明らかな違いがあります。いくら登場人物が私は日本人ですと言っても、中国音楽の BGM で中国茶を飲んでいては全く説得力がありません。がっかりポイント3、縁起が悪い行い。日本の着物は男性も女性も子供もみんな襟を右左と重ねて Y の字になるように着ます。奈良時代に法律で決められました。柔道、空手、合気道などの道着も同じです。襟を左、右と合わせる着方は左前といって、遺体を棺に収めるときに着せる方法です。生きている人が左前に着物を着ることは不吉なので、絶対にやってはいけません。また、
菊は日本の国花ですが、恋人に贈る花としては日本人は絶対に選びません。菊は亡くなった方の供養のために備える花だと考えられているからです。世界中で人気がある映画やドラマ、アニメで自分たちの文化について間違ったことを言われると、誰でもがっかりするでしょう。もちろん、日本人が他の国のことを誤解したり、間違った表現をしたりすることもたくさんあると思います。誰にとっても外国の風習や文化はわからないものです。分かっていないという自覚と分かろうとする努力が大切なのではないでしょうか。